正しいチェックの仕方っていうのは、ちょっと砂を掘ってね、このぐらいのサイズだったら5ミリぐらいなんかなっていう、ちょっとだけ掘って、ちゃんと水がないと成長したい時期に成長できないっていうね。まずはこの盆栽が乾いてるかどうかが重要で、そこをチェックしてやるという。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉園4代目北谷隆一です。今回はですね、春から夏にかけてのね、水やり、これやったらダメですよっていう、そういう内容をやっていこうかなと思います。本題に入るまで少しだけお時間ください。今の無料のメールマガジン、メールアドレスを登録するだけで定期的に届くメールマガジンなんですけど、それが、概要欄説明欄の方からいけますんで、いろいろね、今までやってきた内容とかを文章にして分かりやすく、書いてますんで、再勉強というかね、復習というか、そんな感じで使ってみてください。では本題に入ります。水やりでもですね、春夏秋冬それぞれやり方が違うというか、考え方がちょっとね違ってくるとこがあるんですけども、特にこの春から夏にかけてのね水やり、結構1年間だかでもね一番大事な時期、ここ間違うと枯れるっていう人ちらほら見たことあります。夏場はね、もう夏暑いからもう水絶対やらないとっていうんでね、どうにか超える方はねおられるんですけど、それでも枯れる率トップはなんやかんやで夏かもしれないんですけど、その春から夏にかけて芽が成長してね、葉っぱも増えてみたいな、そういう成長しているところの対しての水の合わせ方というかね、そういうのを改めて、3つ今日準備しましたんで、それ簡単に説明していきます。ではね、こちら、はいですねこちらちょっとまとめました。春から夏の水やり NG ということで、まず1つ目、涼しい時期と同じ調子、で2つ目、乾き具合のチェックを怠る、で最後、正しいチェックをしていない、この3つで3つをね簡単に説明していきます。涼しい時期とね同じ調子でやったらダメという、理由なんですけども、春の前って言ったらね寒い冬ですよね。で寒い冬の間はね水木が成長しないんで、水を少々ね忘れてもどうにかなる場合があります。それでも忘れすぎはやっぱ枯れる原因になるんですけども、で冬が終わってね春になって暖かくなってきたら芽が、どんなもんでもそうですけど、一応松としてね芽が真ん中からビューッと伸びてきて、その伸びた分やっぱり根からね水いります。余分伸びた分いります。で結構元気な子はもうビュン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 伸びてね、なかなかな量になるんですね。だからその、涼しい時期と同じ調子でやるとダメっていうとこには細かく言いますと、その気温も上がってきますね。暖かくなって、でそれによって水なんで気温が上がると乾く、自然でも乾きますよね。でそれプラス木もよく吸うので、木が吸う方でまたさらに乾くと。だから気温が上がってきて乾くプラス木がさらに吸うからまたさらに、乾くと。しかもその時にちゃんと水がないと成長したい時期に成長できないっていうね、そういうことがあるんで、その冬の調子で春もで水やってたら、枯れる恐れが十分にありますよという、そういうお話ですね。では2つ目、乾き具合のチェックを怠ると。盆栽の水やりはもう大基本としても乾いたらやるなんですね。もう周りの温度がどうとか、もう湿度がどうとか、もう風どうとか、もうそれも全部もうあるんですけど、そこばっかりに目をやらずに、まずはこの盆栽が乾いてるかどうかが重要で、そこをチェックしてやるという、そのチェックがね慣れてきたらね、そのチェックの頻度もそんなにしなくても分かってくることもあるんですけど、僕でもでもね水やりの前はやっぱりちょっとチェックしますね。だから慣れないうち慣れてきてでもチェックは大事という気持ちで水やりのチェックね、してみてください。でその3つ目に入るんですけど、正しいチェックをしていないというさっき言いましたけど、
そのチェックを怠るって、そのチェックの仕方はじゃあどういうことなんだと、こう表面見て判断するのか、なんか葉っぱでなんか調子が分かるのか、どこを見ればいいんだっていうね、なかなか分かりにくいと思うんですけど、そのチェックの仕方を今日はねちゃんと説明していこうかなと思います。はい、目の前ね3つ盆栽並べてるんですけど、それぞれねちょっと違うんですよ。はい、でまずこちら、この子小さいの、皆さんがって言ったらあれですけど、結構盆栽やられてる方ベランダとか多いんで、これぐらいのサイズが、の方が多いんかなと思うんでこれ用意したんですけど、これぐらいのサイズというところで、植えて多分ねこれ1年植え替えて1年ぐらいかな、1年か2年目ぐらいですね。はい、それとこちらはつい先日植え替えたばっかり、もう砂サラサラです。でさらにこちら、これは植え替えてもう5年6年経ってそうな、もう早く植え替えてくださいよっていう感じのね、もうカチカチの状態です。はい、これまず一回ちょっとご紹介したんですけども、その中で正しいチェックの仕方っていうのはサイズによって多少はあるんですけど、こうちょっと砂を掘ってね、軽く、何ミリ、このぐらいのサイズだったら5ミリぐらいなんかなっていう、ちょっとだけ掘って、でそこが乾いてたら水をやるという感じですね。でこれなんか植え替えてすぐなんでもう簡単に掘れますね。どこまででも掘っていけるんですけど、これにしてもねあんまり隣の小さいこと、サイズもそんな変わらないですけど、ちょっと掘ったとこが乾いてたらやると。はい、で、ちょっと最後のこちら置いとくんですけど、これ思いっきりね掘ってしまうとね、そのうちは湿った部分に当たるんですよね。だから深く掘ったらそれは湿った部分には当たると。でそこが湿ってるから水やらないではちょっと少ないんですよ。この掘る量がね、そのちょっとぐらいのとこが乾いてたらやるっていう感じです。これなんか植え替えてるからもうどんどんこう掘っていけるんですね。で今やっぱりだいぶ掘ったらねちょっと見えませんけど湿ってるんですね。そうじゃなくてちょっと掘ったとこが湿ってるか乾いてるかと、はい、そういう判断ですね。でこの植え替えが最後ね、この子植え替えが全然もうできてないのはもう砂っぽさがないんで掘りようがないですね。掘りようがないからもうどうにか表面の雰囲気で予想してかけるっていう感じになるんです。でこの、チェックは仕方はこういうチェックの仕方ですよって一回区切るんですが、これをちょっと補足しますと、やっぱ植え替えちゃんとしてなかったらその水やりのチェックがまずなかなかできないんですね。しかも大体の予想でやったとしてもこれまでねガリガリになったらね水が染み込みにくいし、一旦染み込んだらまた乾きにくいっていうね、盆栽にとってあんまり良くない状態になるんで、水やりのチェックも大事ですけどチェックがしやすいような状態に、常に持っていく、植え替えのタイミングちゃんと守ってね、はい、持っていくっていうのもまたその中で一つ大事なんじゃないかなと思います。でちょっとね今の3つにプラスアルファ、春から夏の水やり NG っていうんで、夏の方に1ついきますと目の前に並んでいるような、これ全部黒松なんですけど、黒松は芽切りっていう作業があるんですね。で芽切りっていう作業をしたらこの芽が全部取るような感じになるんですね。だったらその分やっぱり水の吸い方が弱くなったり、するんで、芽切りをした後は温度の割には乾かないみたいなことにはなりますね。比較的乾かないと。それでも芽切りって大体6月とか7月頭ぐらいにするんで暑い時期ではあるんで、しっかりねやっぱりチェックを大事にするとは言いながら、芽切りした後にあまりにもねその芽切り前の調子で水やってたらたまに枯れたりするんで、ここもご注意ください。これ僕結構うちで枯らすのでは一番多いんですよ。芽切りの時に思いっきり枝とか芽とか切って少ない状態にして、ほんで夏だからって他の元気な子と一緒のようにね水やってたらその子に水が行き過ぎて枯れるっていうのはね、
僕が一番盆栽枯らす中で結構トップですね。はい、そういうのもあるんで、そこもまあ気をつけてみてください。はい、ではまあ本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。